こんにちは。今日は茶バタを作っていきたいんですけど、やっぱり小麦の旨味とか香りとかっていうのが素敵ですよね。こういうのってね。で、今日はねちょっとそれを目指して作っていきたいと思います。材料はねスーパーで買ってきました。おすすめはこの春よ来いが、もし近所のスーパーに遠くのスーパーでもいいですけど売ってたら春よ来いおすすめですね。ではやってまいりましょう。まず粉とお水ですね。今日ね常温でやります。ゆっくり発酵するのがやっぱり美味しかったので、冷たくもなくぬるくもなくっていう感じで、それが常温ですけどそれを常温と言いますけどね、でやっていきます。でまずベタっとするまで混ぜる。これねもうちょっとです。これひとまとまりになったくらいなので、これを通り越してもっとベタっとしてくると思うんで、それまで混ぜていきますね。でちょっとね私のこだわりが、この粉と水だけを先に混ぜてちょっと置く。でその後に他の材料を入れるっていうのをやったらすごい美味しかったので、その小麦のね旨味が出てくるっていう感じでね、ので今日はそれでちょっとやっていきますね。でこれくらいベタっとしたら OK で一回置いていきます。でイーストをね後で入れるって言ったんだけど、ちょっとここで入れるどっちやねんここで混ぜるっていうよりかは上にかけておいてふやかしておくっていうのをやるとねいいっていうのを見て、ちょっと今日はやっていきますね。でね見てほしいんですけど、ふやけてないよねいやそうなんですよ。見てねやってはいるんですけど、これあんまり意味ないんじゃないかなってちょっと思ってて、ここで入れてもいいかなって思ったりもしてます。でそんなに混ぜなくて大丈夫で、ちょっと隠れるくらいまで、混ぜましたら、ここでその後入れですね。オイルと塩を入れていきます。でまず固まったら嫌なので、お塩からなるべくこの散らすように、この段階で入れると結構ね固まっちゃうので、なるべくこうバラバラバラっと入れまして、これも軽くなじませたら OK ですね。で今日はねオリーブオイルを入れて、ちょっとねイタリア感を楽しみたいなと思って、これイタリアの本格レシピで結構入れてるのが多くて、やってみたらすごい美味しかったんですよね。ただねどんなオイルでもいいし、入れなくても全然大丈夫なので、これねお好みでっていう感じです。でなかなか馴染んでいかないので、ここはね根気強く3分ぐらいですかね混ぜていきました。で今日ねお砂糖入れてないので、お砂糖入れない方がちょっとね本格的な感じになって美味しかったので、私入れてないんですけど、しっかりここで混ぜた方が膨らみが良くなりましたね。でこれくらいオイルが見えなくなったら OK ですね。これでまた置いていきます。で今日はこねないパン形式でいくので、伸ばして折りたたむ、でまた時間を置いて伸ばして折りたたむっていうのを繰り返していきたいと思います。まず1回目ですね。手をびっしゃびしゃに濡らしてくっつくんで、4方向から2回3回ですね。で4回っていう感じで、最後ね底の方になんか溜まってそうなので1回ひっくり返しまして、これでまた置いていきます。あとはこの繰り返しですね。ちょっとね何回やって今どこのステータスかわからんくなるから下に出しておきますね。で同じように繰り返していく。
でやっぱり季節とか気温とかによってね、なんか違うと思うんですけど、なかなかその見極めみたいなのが難しいから、私はもうねこの段階では気温とか関係なく40分置いて3回折りたたむっていうのをねもう決めてやっていきました。でここまで来たら次発酵させていきます。で今日ね私四角い茶畑をちょっと作りたくて、四角い容器に入れて四角くなるようにどんだけ四角くしたいね発酵させていくんですけど、別にこの丸いボールのままでも、どんな形でもいいかなと思います。ここは好きにしてもろて、で一応目安がですね2時間半なんですけど、ここは時間というよりもこのフルフルフルっとしてくると思うんでね、ちょっとフルフルフルって何っていう話ですけどここちょっとね様子見ながらやるといいかなと思います。これが今日はね2時間半待ってみましたが、このねちょっと気泡が出てくるくらい、そんなにたくさんじゃなくちょっとだけの気泡とこのフルフルフル感がねすごくいいなと思います。なんかね気泡がたくさんある方がいいパンっていう風なね、なんか SNS とか見てるとそんな気がするんだけど、やっぱり一番気をつけたいの過発酵で、ちょっと粉たっぷりしますね。過発酵になるとちょっと草っぽい香りがしてきて、小麦の香りもやっぱり しないし、膨らみも悪くなるので、発酵の加減はねさっきくらいがいいかなと思いますね。でそっととにかくたっぷり粉をした上にそっと出しまして、で今日はこのまま成形をしていきたいので、上にもたっぷりとにかくたっぷり粉をかけましてやっていきます。で私はとにかく四角くしたいので形をここね好きなように整えてもろて、で3分割ぐらいしますね。これも好きな大きさでいいかと思います。私は3分割しまして、そんなとこにもいるっていうぐらい今日は粉をした方がすごくくっつくので、いいかなと思いますね。でまた整えるとにかく四角く私はしたくて、で一回ねこのひっくり返してから置く、っていうのをみんながやってたから、ちょっとやるんですけど、これそんなに私ね意味ちょっと見といてね、こうやって置くんですけど、やっぱり生地も柔らかいしベタつくしでちょっと難しいんですよね。で難しい割にあんまりやって味に違いがなかったので見た目の問題ですかね。なんか綺麗な面が上向くのかな。これどっちでもいいかなと思います。でまた形を整えていくね、この辺はもう好みでやってもろっていいですね。これで最後ですね、最終発酵していきます。最終発酵はねもう30分置くっていう風に決めてやっています。でその間にオーブンを予熱しておくっていう感じですね。うちは250度までしか出ないので、一番高い温度で予熱しました。だいたいこのなんかふわっとしてたらいいかなと思いますね。で今日は何にもしなくても全然できるので何もしないんですけど、霧吹きかけるとやっぱり膨らみがいい気がして、おすすめですね。で250度予熱するとうち210度までしか出ないので、ちょっと弱々長々焼いてみました。
いいですね。ね、見た目は結構一丁前ですよねでね、ちょっと見てほしいのが、このね生地がねすごいねしっとりできるんですよね。これがすごい美味しくて、で小麦のねやっぱ香りもねすごいしますね。でおすすめなのが、もちろんねサンドイッチとかに茶バタなのでしても美味しいんですけど、この焼きたてをそのまま食べるっていうのがめちゃくちゃ美味しくて、本当に小麦の味と香りがなんかするなっていう風にねできたと思いますね。もしよかったら焼きたて食べてみてほしいなと思いました。はい、ということで今日はこの辺にしておきましょう。皆さんご視聴本当にありがとうございました。また見てね。バイバーイ。